ご視聴ありがとうございます。気づけばもう師走ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は今年紹介した道具、今年手にした道具で特に記憶に残ったり良かったものをまとめて紹介したいと思います。1つ目、ブラウンラインのデジタルアングルゲージ。ネジを回した角度を教えてくれる道具です。ネジの締め付け方法の一つ、角度締めするときに使います。本体は UFO のチョコみたいな形していまして、普段使うラチェットやブレーカーバーに裏面のマグネットで取り付けて使います。使い方は簡単。まず平らなところで電源をオン。そうしますと自動でキャリブレーションが行われ、液晶のバックライトがついたら準備が完了です。回したい角度を設定して工具に取り付け、ネジにかけて遊びを取ったら中央のボタンを押して計測を開始します。リアルタイムに回した角度が表示されます。設定値に達すると音と光でお知らせ。ラチェットを使うと自動で計測を一時停止する機能もありまして、とても使いやすい道具です。角度締めはこういうアイテムを使うとか、マジックで印つけるとかしてやっていましたが、角度ゲージは大きくて使いにくかったり、しっかり目視していないとならず作業性が悪かったり、角度締めする箇所ってそこそこなトルクだったり、ネジの伸びる感じがどうにも苦手で、体力的にも精神的にも消耗する作業でしたが、ブラウンラインを使うようになってからとても楽になったと感じています。最初のうちは精度面で懐疑的でしたが、いろいろ試してみるとまあそこそこ。90度設定して5度はずれない感じで、線引いてやるのと変わらないので、今は信用して使っています。最近はデジタルトルクレンチに角度締め機能を持つものもありますが、まだまだ高価です。このブラウンラインは100ドルほど。とりあえずデジタル角度締めがどんなものか、試しやすいと言えるほどのお値段ではないですが、デジタルトルクレンチ1本買うよりはリーズナブルですし、トルクレンチの場合はレンジごとに必要となりますが、ブラウンラインはこれ一つで OK。電源は単4電池2本、出先での入手も容易です。国内での小売りを探すのは難しいですが、海外から送ってくれる場所は比較的多く、買いやすい製品だと思います。これはぜひ使ってみていただきたいですね。2つ目、プロチアネックスのトルクアダプター。このサイズにもかかわらず、これトルク管理機器なんです。設定トルクに達すると空転する仕組みで、ネジにそれ以上トルクを伝えなくなります。これを間にかませて、あとはグッと回すだけ、とても簡単にトルク管理が可能です。もともと M6 までの小さなボルトはほとんどトルク管理はしていませんでした。やってたのはエンジンの内部カムホルダーのボルトとか、自転車のリアクスルボルトとか、大事そうな部分だったり壊れそうな部分のみ。あまりよろしくない理由かとは思いますが、正直面倒だったんですよね。しかしトルクアダプターはとても簡単。ビットを付け替えたりの手間はありますが、普通のトルクレンチのように神経質な作業を求められることはありません。ただグッと回すだけ。おかげでネジを気づかないうちに落としたりとか、オーバートルクでダメにしたとか、そういった失敗はこれ使い始めてからありません。この道具は周りからの評価もいいですね。ネガに感じているところは、手トルクなんて言われる感覚がなまってしまうことです。トルクアダプターばかり使っていますと、力の加減ってあまり気にしなくなりますから、3ヶ月くらい気に入って使っていた頃に感覚だけでネジ締めるかってことがあったんですけど、あれどれくらい力入れるんだっけってなってしまいました。浦島太郎化しないように、たまには自分のアップデートもやるようにしています。これやらないと本当になまりそう。あとはもう少し大きめなトルク、渋1ビットサイズで10ニュートンくらいまでいけるのあるといいんすけどね。プロチアネックさん、あとスローキーのトルクアダプター、おすすめ道具となっています。3つ目、スタビレーの 452QR。 スタビレーらしい表面仕上げを持った見た目渋かっこいいラチェットです。これはもう完全に私の好みが出ています。スタビレー大好きなんです。ブランドイメージや雰囲気、手なじみなどのフィールやらなんやら、これはもう自分の中で優勝しちゃっています。全長は 300mm、重量 359g の非常にバランスの良いサイズ感に、コンパクトヘッド、ギア数は80枚。ロック機能付きのフレックスにプッシュリリースまで搭載。持ちやすく滑りにくいソフトグリップを備えまして、ラチェットとしてのスペックは申し分ないです。フレックスのロック機能のついたラチェットってこれまでしっかり使ったことなかったのですが、とても自分に合っているようで使いやすく感じています。普段はストレートでロックしておいて、早回ししたいときは90度位置でクランクみたいに使ったり、手首返しながら使ったり、
障害をかわしたいときはロックは効かないんですけど15度くらいにして使っていることが多いです。ネジに当てに行くとき首がクタッとならないのもいいですね。角度を変えるには都度ボタンを押す手間はありますが気に入って使っています。ネガというかな部分としてはロックの角度が細かくないことをお伝えしておきます。よく使う15度があったらもっと使いやすそうですね。あと90度もロックできたら便利かも。もしくはロック機能自体をオンオフできたら良さそうに感じまして、なんとか改造してみようかと考えているところです。もう一つこっちは完全なネガとしてお値段が高いです。それも本体が良いお値段というのはまあまあって感じですが、リペアキットがびっくりするほど高いんです。そこそこなラチェットが1本買えてしまうほどのお値段。これだとよっぽどなファンでない限り壊れた時の気落ちは大きいでしょう。これだけ高いとたとえ気に入っていたとしても素直に直そうってならない可能性もあるかなと感じてしまいます。コンペというかスナップオンにも似た機能を持つラチェットがありますが、あちらはリペアキットはそこそこリーズナブル。452QR ももう少し安くなることを願っています。スタビレの全部乗せラチェット 452QR。刺さる方には刺さるアイテムでしょう。ブランドから来る満足度も高いので、円数さんにおすすめしたいアイテムです。続いて、ワイズさんのダブルボールレンチ。長軸短軸どちらもボールポイントの、しかも本締め可能を謳った L 字のレンチです。短軸はショートタイプとなっていまして汎用性が高い道具。これが本締めを可能とするワイズボール。普通のボールレンチを縦に潰したような形状で力のかかる位置が深くなるので舐めにくいとされています。L 字の曲げ部分はこだわりの角曲げ。一般的な L 字のレンチ、辺曲げのものと併用をすれば送り角は30度で使えますし、手の当たる部分が面になるので手に優しいというメリットもあるようです。実際に使ってみますと、やはりボールポイントですからパワープレーは若干苦手。倒れが出るのと、あとはボールが噛み込んでいくのか、レンチがたわんでいるのか、力が逃げる感じがありましてちょっと怖いです。固着したネジは回せないことが多めです。ボールポイントでさっとネジにはめて角度気にせず思い切りグッと回せる、そんなのを期待していましたが、実際はアタッチは楽ですが、なるべく倒れが出ないように慎重にグーッと回す、あまり高トルクでは使わないと、そんな使い方となっています。1から10までどんな状況でもいけるって道具ではないですね。ただなんだかんだ使いやすく手にする機会は多いです。オートバイのヘッド周り、カムホルダーのネジやヘッドボルト、ナット回すのにちょうどよくて、縦に傾けられるのがいいんすよね。障害をかわせるので面に止まったネジや強所で使いやすく感じています。自分のオートバイ触るときは L 字レンチに関してはこれだけ持っていくということも増えました。パワープレイは苦手、ヘックスは全部これでやるという使い方にはおすすめしにくいですけど、用途に合いそうであれば試してみていただきたいです。今回は4つの紹介となりました。まだあげたいアイテムがありますので、後半のパートも予定をしています。皆様の今年良かった道具は何でしょうか。ぜひコメントしていってください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。